今回は Faceit でレベル10になるためにはどうすればいいのかという話をしていきます。このテーマは以前からリクエストをたびたびいただいていましたが、正直自分は現在レベル10であるものの ELO は2300前後です。なので 5000ELO になる方法とか Faceit のトップ層で勝ち続ける、そんな方法を教えられるわけではありません。ただレベル10になるために何が必要なのかという話であれば、自分なりに話せることはあると思っています。毎試合ものすごく上手いプレーをする必要はなくて、自分から試合を悪くするプレーを減らしましょう。いい状態をさらに良くするというよりは、悪い状態の時にさらに悪い方向へ行かないようにする。ここが結構大きいんじゃないかなと思ってます。以前の雑談動画でも話したことがありますが、Faceit のレートをレベル10にするということと CS2 が上手いことは必ずしもイコールではないと思っています。もちろん最低限のプレースキルは必要です。カウンターストレフ、いわゆるストッピングができずに初段が毎回あさっての方向に飛んでいくとか、AK を10発撃っても相手を倒せないという状態だとさすがに難しい場面が多いです。ただ毎回頭に正確に当てないといけないとか、プロのようなエイムが必要ということはありません。そもそもプロでもミスショットはします。だから一度打ち負けたからといって自分には才能がないとか、今日の自分は終わっていると考える必要はありません。レベル10になるために大事なのは毎試合キャリーすることではなく、長期的に少しずつ勝ち越すことです。厳密には試合によって ELO の増減は変わりますが、10試合やって6勝4敗を続けられればレートは上がっていきます。10連勝する必要はありません。今まで落としていった試合を10試合に1試合か2試合拾えるようになれば良いです。そのためにはすごいプレーを増やすのではなく、不注意で落としてしまっているラウンドを減らす方向、そういったのがレベル10への道は近くなるかなと思います。最低限必要なものとしてエイム以外にもう一つ大きいのが各マップのオープニングです。マクロという言葉を使うとかなり広くなってしまいますが、ここで言いたいのは難しいミッドラウンドの読み合いとか後取りのセットアップではありません。後取りのような高度なことはかなり高いレート帯だったり、チームとして連携するときに必要な話かなと思ってます。ソロパグではまずオープニングがかなり重要です。このマップでは最初に相手に何をさせたくないのか、自分たちは最初にどこのエリアまで取りたいのか、そのためにどのスモークやモロトフ、フラッシュを使うのか、これを各マップである程度分かっていればいいと思います。例えばエンシェントであれば、テロ側が最初に相手の爪をどうやって止めてどこまでエリアを取るのかがかなり重要です。ここは以前投稿したノンクのエンシェントの動画でオープニングで UTT をどう使っているのかを詳しく見ています。気になる方はそちらも見てみてください。投げ物についてもパグでは試合の後半まで全部残して完璧なセットアップをしようと考えすぎる必要はないと思ってます。もちろん役割によっては後半までスモークやモロトフを残すことも必要です。ただ少なくとも序盤で相手に好き勝手させないための UTT は早めに使って良いです。インスタントスモークや相手の最速の爪を止めるモロトフ、味方が前に出るためのフラッシュ、こうしたものを使わずに死ぬよりは序盤で使い切ってでもエリアを取った方が分かりやすいかなと思います。ただマップごとにこの動きをした方がいいとか、このポジションに行った方が良いっていう話を始めるとキリがありません。スポーンや味方の動き、持っている武器によっても正解は変わってきます。なのでやっぱり何をしたが良いかっていうよりは何をしない方が良いかっていうことが大事で、そこを中心に話していきます。一つ目は人数有利の場面で相手にとって都合の良い1対1の連続をやらせないことです。例えば5対2になっているのに5人が1人ずつの別々のタイミングでピークをしていけば、相手からすると1対1を5回やっているのと変わりません。人数有利だから絶対にピークするなという話ではありません。2人で同時に勝負できるんだったら積極的に終わらせても良いです。1人が打たれた時にすぐにカバーが取れる状態であれば問題がないということです。良くないのは全員が自分のタイミングで勝負をしていって相手に1対1を何回も与えてしまうことです。俗に言う四天王方式をやめてまとめて相手に殴りかかっていこうということですね。そしてもう一つは不用意に足音を出さないことです。常にシフトを押して歩けという話ではありません。早く動かないといけない場面では当然走った方が良いです。問題なのは音を出すことで得られるものがないのに不要な足音で相手に自分の位置を教えてしまうことです。特に相手にバレずに良いポジションに入っているのに焦って足音を出してしまったりすぐにキルを取りに行こうとすると、そのポジションの価値を自分で消してしまいます。もしも自分一人で良い場所に入れた時は必ずしもすぐに勝負する必要はありません。自分がそこにいる可能性によって相手を寄せたりローテーションを止めたりできているのであれば、それだけでも価値があります。ただここで誤解してほしくないのが、積極的に勝負すること自体が悪いわけではありません。むしろ自分はパグではかなり積極的に勝負した方が良いのではと思ってます。ドンクのFaceitのポブを見ていても味方が戦うときはかなりトレードを意識していますし、エントリーも積極的に行っています。一方で一人で動いているときには不用意に足音を出していない場面もあります。
味方と一緒に戦うときはピークを恐れすぎない。一人で動いているときは自分の存在を簡単に相手に知らせない。この切り替えが大事だと思います。ミスを減らそうとすると今度は死なないことを意識しすぎて慎重になりすぎることがあります。味方が戦っているのに自分だけ安全な場所でホールドを続ける。相手が来るのを待っている間に味方が全員倒される。そして最後に一人だけ残ってしまってどうにもならない。こうなるのであれば多少強引であっても味方が戦っているカオスな瞬間に一緒に勝負した方が良い場面はあるかなと思います。特にパグでは毎回綺麗なセットアップを作ってから攻めてはきません。味方が接敵して相手の視線が散っている瞬間そのものが勝負するタイミングになることも多いです。だからピークそのものを恐れすぎない方が良いかなと思います。決め打ちに近いような勝負もその人自身の勝負強さを積み上げるためには必要です。ただたった一人で味方と反対方向にいる時に何も考えずにガツガツ勝負するのはそれもまた微妙かなと思います。それだったらそういう状況になる前に味方と合流しておく。逆にすでにラークとしてそういう位置にいるのであれば急ぎすぎずに価値が出るまで待っておく。要するにピークを減らすのではなく意味のないピークを減らしましょうということです。自分が死んでいないからミスをしていないとも限りません。例えばエンシェントの A ロングやミラージュの B のアパートメントをずっと守っている。そのポジション自体が悪いわけではありません。大会であればそこを守り続けることにチームとしての意味がある場合も多いです。例えばミラージュの B のアパートメントも B の視界の情報を取れるという意味では強いポジションです。ただ毎回ミッドや A 側で味方がフリーで倒されて自分だけ B に取り残される。そして難しいリテイクを繰り返しているのであれば立ち位置を変えた方がいい可能性があります。B ショートに近い位置にいた方がミッドに関与しやすいこともありますし B のアパートメントにスモークを使ってから少しずつ B の定位置に戻ることもできます。もちろんこの間に相手が B に来る可能性もありますしミッドや A が崩れるタイミングによっては動いても間に合いません。ここはケースバイケースです。ミッドがそこまで事故を起こさないと思うのなら B のアンカーとしての役割を全うしても良いです。私が言いたいのは特定のポジションが悪いというわけではなく毎ラウンド同じ場所に行って何も起きていないのであれば本当にその場所に居続けるべきなのかを考えるということです。パグでは自分が試合にどれだけ関与できているのかも重要だと思います。ここから少し精神的な話をします。世界的なプロでもフェイスイットをソロでやるとイライラするから絶対にやらないという人がいます。一方でドンクのようにソロでもよくプレーする選手もいます。つまりレートが高くなれば味方との問題や理不尽な試合が全部なくなるということはありません。どこまでレートが上がってもこういった問題は発生しています。だからフェイスイットをどういう場所として捉えるのかがかなり大事だと思っています。今日は A メインの練習をしようとかとにかくオープニングで負けないようにしよう、そういう形ですね。自分もアーポを二度と持つなとかゲームをアンインストールしろとかいわゆる F ワードも言われたことは無数にあります。ただ自分自身正直こういうワードは気になりません。だってそういう日もあるんです。先ほど言った通りプロですね。ニコやモネシーでも普通にミスショットをします。自分が心に来るっていうのを考えると暴言を言われた時ではなく普通に取れるラウンドを自分の不注意で落としてしまった時かなと思います。そういった時はですね自分のミスとして内省します。ただ試合中にインスタントで味方を攻める人は基本的に感情が先に来ています。自分の視点だけで話していたり論理的に破綻していることもかなり多いです。自分は適当にシャットアップとか言って終わらせることもありますが集中できないのであればミートでいいかなと思います。フェイスイットは VC の冒険なども比較的しっかり取り締まっている印象があります。自分がパグで遭遇した VC で暴言を撒き散らしていたプレイヤーがその後30日間のバンを受けていたこともあります。最初からゲーム内でミュートされているプレイヤーもいるのでその点ではフェイスイットは結構良心的かなと思っています。人生論を語るつもりはありませんが結局心にゆとりを持つことも大事だと思っています。朝はいつも通りの時間に起きて日の光を浴びる。最近よく言うドパ書きという言葉の通り短い刺激や ELO の造形にずっと支配されないようにする。生活全体が崩れている状態でソロのフェイスイットやると普段なら気にしない味方の一言にも反応してしまうかもしれません。僕自身は何連敗したらやめるという決め方はしていません。基本的には時間で区切っています。平日の夜だったら23時には終わりたい。正直夜遅くにフェイスイットやること自体はあまりお勧めできません。仕事や学校があるので夜にしかできないっていう人も私含めて多いと思います。ただ負けた EL を取り返そうと深夜まで粘り続けると夜更かしになったり睡眠が崩れるきっかけになります。
1試合勝つことよりは次の日も普通の状態でプレーできることの方が長期的には大事だと思います。で、自分自身これまでエイムそのものにそこまで正直、真剣に向き合ってこなかったかなと思ってます。特にアサルトについてはチームとしての立ち回りとかそういった動きを優先していて、個人技から少し目を背けていた部分もあったかもしれません。もちろん僕のチームでも選手自身がコーチやアナリストのようなことも行っていたので時間的な制約もありました。ただ現在は僕はチーム活動をしていません。プロのデモを見て動画を投稿していますが、今ですね、自分自身のエイムや立ち回りに結構目が向くようになりました。大会でも最終的には打ち合いが重要になる場面はかなり多いです。なので今は自分のエイムも改めて良くしようかなと思ってます。具体的にはリフラグを使っています。ボット打ちで意識しているのは照準を見すぎないということです。照準を敵に向けるっていうよりは、まず敵を見てそこに照準を持っていく。クロスエアの動きばかり見るのではなくて、相手の位置を目で捉えてから手を動かす、そんな意識で練習をしています。他にはその人向けに自動で作られるルーティンを行ったりしています。自分は現状フェイスイットをプレイできるのが週末ぐらいです。平日はプロのデモの確認や動画編集も必要なので、短い時間でも効率よく練習できるリフラグっていうものは自分に合っているんじゃないかなと今思っています。これもエイムを突然ものすごく良くするというよりは、エイムが明らかにずれてる日や10発撃っても倒せない状態を減らすためにやっています。最後になりますが、自分自身今フェイスイットレベル10で ELO は2000、3000付近です。レベル10になる方法とレベル10から 3000ELO 以上を目指す方法は同じではないと思っています。レベル10になるまでは最低限のエイムと各マップのオープニングを理解して自分から試合を悪くするミスを減らすことが大切です。そこからさらに上に行くためにはミスを少なくした上で個人技や試合への影響力をもう一段階上げる必要があると思っています。あとは一定の試合数をこなせれば自然と上がっていくのではないかなと思っています。自分自身も今はそれを実験しているところです。今回話したことをまとめると、レベル10になるために消極的にプレイする必要はありません。むしろパグでは自分から勝負をしていって試合に影響を出すことは大切です。ただ人数差だったり味方のタイミングと関係なく雑に勝負をしない。一人の時は自分の位置や存在を簡単に相手に知らせない。味方が戦っている時は怖がりすぎずに戦闘に参加する。良いプレーを増やすということよりは、こうした雑なプレーを減らすといったことが長期的には一番レートにつながると思っています。毎試合キャリーする必要はありません。10試合やって6勝4敗で良い。自分で変えられない味方のことやマッチングのことを考え続けるより、自分のエイムだったり足音、ピークのタイミング、UTT に意識を向けていきましょう。それを続けられればレベル10には十分到達できると思っています。僕もぼちぼちやっていきますので皆さんも頑張りましょう。今回は以上です。